What's up? 皆さんこんにちは。こんにちは。今日もガヤ芸人と一緒に、水曜日は喋っていきたいと思います。おはようございます。今日は僕インスタで科学者でやってるんです。サイエンティストで。なんでちょっと科学者っぽい感じでいこうかなっていいっすね。思います。はい。僕明治大学の生命科学学科っていう遺伝子をいじってる大学を卒業してるんで、疲労回復とか、筋肉についてとか、動物解剖したりとか、遺伝子いじってました。それもあって水曜日は2週にわたって科学的解析シリーズをやっていきたいと思います。で今回のテーマは、気になってるかもしれないんですけど、酒とタバコについて科学的に解析していきたいと思います。気になります。気になります。酒めっちゃ飲むもんね。大好きです。タバコも大好きです。この酒とタバコについてやっていきたいと思います。僕結構論文読むんで、大学の、友達とかにも結構いるんで、教授とか助教授とかちゃんと頭良さげな風を出してみようかなって思ってます。さすが科学者。じゃあまずうさくせえまず酒についてまず最初にやっていきたいと思います。酒、まずデメリットから言ってきますね。メリットもあるんで、酒は。デメリットはまず1個目、筋肉を分解してしまう。一番大きなデメリット。なるほど。筋肉分解しちゃうんです。筋肉なくなりやすい。で2つ目は筋肉のタンパク質合成率を悪くします。合成を妨げるって感じです。なるほど。全然よくわかんないですけど、そういう感じなんですね。そんな感じです。これ分かりやすく言ったつもりだけど全然わかんない。わかんないです。筋肉分解しやすいってのはなんとなくわかる。わかんないです。わかんない。だから筋肉分解しやすい。筋肉を分解してしまうんです。じゃあ筋肉がここにあります。要は今10の筋肉を持ってます。酒飲むと運動してない。酒飲みます。9になる。減っちゃうじゃん。そうですね。っていう感じです。それがどんどん減っていっちゃうってことですか？減っていっちゃいます。細くなっちゃうってことですね。その分脂肪つくから細くはならないと思うんですけど。デブになるってことですね。そう。使えないデブになってくる。最高っす。使えないデブになってくるんで気をつけてください。で筋肉の合成を妨げるっていうのは、じゃあ例えば筋トレを一生懸命やりました。でやったら普通今10しかないのが、筋トレしたら11になろうとするために筋トレをするわけじゃないですか。11になるのに。で本来だったら11になる筋トレをやったのに、酒を飲むことによって 10.5 にしかならない。一歩進んで2歩下がる的な感じですね。一歩進んで2歩下がる。いいっすね。いいんだ。いやでもやっぱそれずっと続ければやっぱ着実に前に進んでいくってことですね。着実に前には進みます。ただ伸びるスピードが酒飲んでる人と酒飲んでない人、同じトレーニングをしてたとしたら、こう進んじゃいますけどね。そうっすよね。それでもいいんだったらって感じです。研究のデータでもあるんですけど、筋トレしてる人で酒を飲んだ場合と酒を飲んでない場合にどれぐらいの差があるのかと、やっぱ数字でみんな気になるじゃないですか。気になりますね。じゃあ例えば筋トレをした人、筋トレをしてプロテインを飲んだを 100% としよう。タンパク質の合成率が 100% とすると、酒を飲んじゃった人は 3,40% 減ります。マジっすか？相当減ります。なんで酒をもうプロテインも飲まないで筋トレして酒を飲んだ人は大体 60% ぐらいタンパク質の合成率が。しびいっすね。でもそれでも筋トレしてその日酒飲みたいっていうんだったらプロテインを飲んでください。一応この研究データであるんですよ。酒を飲まずにプロテインを飲んだ場合、プロテインを飲んで酒を飲んだ場合、プロテイン飲まずに酒飲んだ場合、これが 100% だったら 75%、60% です。ちょっと上がります。酒飲んでもプロテイン飲んでればちょっと上がります。15% ぐらい。プロテインと酒を混ぜて飲んだら変わんないですかね？変わんないでしょ。だから 75% です。合成率は。なのであんまりいいことはないですよね。だってせっかく頑張った分がさ、マイナスで出てくるって結構これはなんか嫌だなって確かに思います。そうっすね。論文のデータ的にはそういう数字が出てるんで、あんまりいいこと体にはないかな。でも例えばどうしても酒飲みたい人だっていっぱいいるし、俺とか酒も飲まないんで、やっぱり内臓の疲労が溜まっちゃうんで、次の日練習こう行く時に疲れちゃうんで、やっぱ酒飲んだ次の日朝起きるとだるいじゃないですか。だるいっすね。それだるいのは1日の体の回復を寝てる間に普通は行ってくれるのに、もう内臓がアルコールを分解するのに必死にこっちを動かしちゃって寝てる最中に、肉体の疲労を取る方に回す率が悪くなるんで、あんま疲れが取れないっていう。
だからあんま飲んでないです基本的に。どうしても飲みたいっていう人は、オフの日に酒を飲んでください。マイナスは減らないかな。まあ例えばオフがこの日にあります、ってなると最終日の練習終わった後に酒飲みたくなるじゃないですか。あんまり効率は良くないよね。だって40%ダウンするから。確かに。だったらダウンが少ない何にもトレーニングとか練習してない日に酒飲んだ方が、ベストかなと。なるほど。思います。じゃあもう毎日何でもないです。毎日練習しないで酒飲むとそうですね。減ってくんで結局、意味ないです。でも練習したよりかはあれなんですよね。もったいなさがないっていう。そういうことです。そういうことです。人体的にはずっとマイナスになり続けると。そういうことです。 OK です。でいいところもあります、酒は。いいところは脳みその理性するコントロールする場所が麻痺するから、開放的になるというか、それでストレスアウトしてる。なるほど。楽しくなれるでストレスアウト。別にストレスたまんないよっていう人は飲まなくてもいいんじゃないかな。確かに。でもよく考えてみたら酒って何が面白いか分かんないですね。そうだよね。よく考えてみれば。俺は別に酒飲まなくても楽しいかなと思ってるんで。でもなんかふーっていうこれがやっぱ酒だとすぐ入るんで、それはでも手っ取り早く手に入るじゃないですか。ふーってなかなかなくないですか。生きてて。いや別にふーってだって普段歩いてて、なんかこうやっててなんか遊んだりとかしてて、そこまでふーっていう感覚になることがあんまないんで。俺でも練習しててふーってなるよ。練習はそうっすね。じゃあのりさんダンスがもう酒っすね。そうだね。めっちゃいいっすね。でもそれいいよ。だって俺例えば練習場に大砲とかテンプとかがいて、いい技ができた瞬間にそっちの方向を向いてふざけた時がふーんっていう。そういうことっすね。楽しいもん。いいっすね。でもどっちも持ってたらいいっすね。ダンスでも酒でも。だから毎日あんま飲みに過ぎない方がいいと思います。ちょっとだったらいいだろうとか、ちょっとずつ毎日だったらいいだろうとかはあんまり良くないから、飲むならパッと飲んで1日にオフの日に飲むとかで決めてやった方が、もったいなさはないかな。うまい酒の飲み方を自分で見つけてやってみてください。ありがとうございます。次、タバコ。タバコはね、メリットはありません。先に言っておきます。デメリットしかない。なるほど。で、タバコの一番のそのデメリットは、人間の体って最大酸素摂取量って決まってて。最大酸素摂取量。そうマックス、体内に取り入れれる酸素のマックス量が決まってて。ワンブレスですか？この最大ってことですか？1分でこんぐらいのマックス最大けど一呼吸としよう、一呼吸で入れれる酸素の供給量が摂取量が最大が減ります。減っちゃいます。だから一吸いで100の酸素をゲットします。タバコを吸ってる人減りますが一番の問題ですね。要はその酸素を吸って体を動かし続けれるスタミナが減っちゃうんで、これも実験データがあって、タバコ吸ってる人が禁煙を1週間した時と禁煙する前の時の1週間禁煙しただけで 14% 戻ってきます。最大摂取量ですか？最大摂取量。マジっすか？最悪ですよ。吸わないことに越したことはないんですけど、日々のトレーニングがマイナスになってるってことなんで。でも大会1週間前にまでずっと練習してスタミナもつけて、大会1週間前に禁煙すれば戻ってくるんでプラマイゼロです。なるほど。だから1週間我慢すればプラマイゼロになるんで、酒とはちょっと違うから、短期的に戻せる。タバコの場合は最大酸素摂取量を戻すんだったら1週間で十分です。ちなみにその持久力って週 2,3 ぐらいで有酸素運動を 2,30 分続ける、半年続けただけで 10% 上がるってデータが出てるんで取り返せます。ただ問題はその1週間禁煙する大会が狙ってる大会がここにあって、1週間前から禁煙するとストレスがたまるんで、ストレス障害だからどっちかというと集中力が持たないとか、当日イライラしちゃうとか、それが問題だから1週間の禁煙ができない人が多い。でも俺の知り合いとかにも いるんだけど、その違う種目で大体1ヶ月前に酒もタバコもやめるやつ。でもそれがちゃんと普通に平気でできる人だったらいいんじゃないのって。タバコをやめれるんだったら、やめて全然ストレスたまんないんだったらやればいいと。なんかあれっすね、タバコも結局メリットありますね。いやメリットはないでしょ。ストレスを抱えないっていう、ストレスアウトってことですね。ストレスアウトではないよね。もう吸っちゃった人と、だって吸わない人は別にストレスないわけよ。タバコを吸わなかったとしても。ストレスって何がっていうと、
ニコチン中毒の症状でストレスがたまるだけで、普通の人だったら何のそのストレスも抱えなくて済むことだから、はい、本当にやめれる人はやめた方がいいと思う。で1週間前でやめれてストレスがたまらない人だったら、1週間やめればいいと思う。ちなみに俺はやめれません、やめれないタイプです。またやめた方がいい。なので次回は頑張って1週間大会前に禁煙できたらいいなと。誰か一緒にやってくれる人がいるんであればやめますけど、こんぐらい数字に出るんで。で酒もやっぱねパーセンテージの落ち率が高いんで、体にとって。これ始まってこの YouTube2 週間ぐらいなんですけど、500人ぐらいになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。別にその YouTube でお金稼ぎをしようと思って始めたわけじゃないんで、例えばその1000人企画、1000人が登録者が1000人いったら、1000人3000、5000、1万かな、とりあえず、に行ったら何か企画をこの YouTube でやろうかなと思ってます。水曜日の方かな。土曜日はトレーニングなんで、まず1000人いったら、俺家族にプレゼントします。何か恩返し企画でいこうかなと思ってます。家族に、ささやかなプレゼントを1000人いったらしようかなって。3000になったら、僕のその仲間で個人育ちの子がいるんで、その個人を預かる施設に、その YouTube の売り上げを全額寄付しようと思ってます。3000人の時は、で5000人いったら、今のところですけど、コロナでやっぱね頑張ってる病院の人たちがいるんで、神奈川でいうとね聖マリが一番コロナで頑張ってるんで、コロナがこのままあんまり病院の数が変わんないようであれば、5000人いったら5000人までの全額は3000から5000人までのその YouTube の売り上げは全額聖マリに寄付しようかな。いいっすね。1万いったら、僕犬大好きなんで、動物愛護団体に寄付しようかなって思ってます。5000人1万人に関してはちょっとその都度なんか世の中がいつどのタイミングで5000人になるか1万人になるか分かんないんで、5000人1万人になったら、その都度困ってるところに全額寄付していこうかなと思います。これを見てる人はチャンネル登録といいねを協力してもらえたら、その寄付するところも動画で収めるんで全額寄付しますんで、なんで協力してください。YouTuber になろうと思ってないんで実際、始めたのかなんで、そういうことがあるんで、だから協力してくれる人は、いいねとチャンネル登録して、ちょっとでもね何か世の中に貢献できるお手伝いになるんで、そのチャンネル登録といいねが、ね、そうっすね、間違いない。1000人はね僕の家族に言ってしまうんですけど、恩返し企画ってことでね、その個人だったり病院だったり、動物愛護だったりが助かるんで、ぜひ増やしてください。恩返し企画の動画が1000人、3000人、5000人、1万人で流せるように僕らも頑張って続けるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。科学分析シリーズ、パート1終了。ではじゃあねー。